ラクダ館の YouTube 映像出してもらえますか。大ラクダ館さんの YouTube の映像は、勝手に撮ってきてますけども、せっかくですので、新年のご挨拶をしているということ。でございます。新年明けましておめでとうございます。2022年大楽田館は創立50周年を迎えます。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。で今年は、放送誕50年と言ってますけど、大楽田館創設50年ということで、本当に記念すべき年ということで、丸さんをお迎えしたのもそのことがあってのことなんですが、当時のこと、それからこれからのことをいろいろお話ししていただければと考えています。ちょっとこの映像というか写真も送ってください。これが先ほど出た1998年の土方澄98の時の1月最初の催しですね。丸赤井さんに、陣頭指揮を取っていただきました。普通こういう催し、アスベスト館で催ししても、大抵、赤字になったりするんですが、この時だけはすごい黒字になって、これは全くもう丸さんのおかげだと思って、この時本当に感謝しました。その後どうぞ、これなんか出てくる。どうぞ。丸さんのこれ、去年、一昨年ぐらいですかね。もうちょっと前ですね。文庫版で自伝出てます。前のテーブルにも置いてありますので、ぜひお読みいただきたいと思います。はい、次を。これ、若い頃、いつ頃ですかね。多分1960年代だと思いますね。若い頃のものさん。はい、どうぞ。はい、次の写真ありますか。はい、これはアスベストカンド1975、6年ですね。金屏風の前で、右から種村先生、土方、丸赤字さん、加藤育也さんですね。はい、次お願いします。これ、1975年の時の激しい季節というラクダ館関係の新聞のコピーですが、一番下に出てますように、72年から、これ出てるんですね、75年ぐらいまでの大楽田館の活動が出てますけども、この見ると、72年の9月、旗揚げ大楽田館添付天式というふうに大きく出てますね。新宿しごめ公会堂というところですね。この9月から、ラクダ館の公演が始まって、翌10月に、先ほどから紹介している土方の式のための27番の1ヶ月間、27日間の公演が行われたんですね。今でもそうですけど、ダンスのリサイタル、大抵2日か3日なんですが、それを土方も大抵そういうことだったんですが、初めてこの27時間ぶっ通しで公演をするという破天荒な企画を立てて、本当に大丈夫なのかなと誰も思ったと思いますが、連日満員で、しかもお客さんが入りきらないぐらい、毎晩毎晩入りました。毎晩というのは結局映画が終わってから夜10時半ぐらいから始まって終わるのは11時半とか12時になる公演だったんですが、入りました。これが72、3年頃のラクダ館のスケジュールですかね、公演なんで、ちょっとこのまま置いときましょうかね。丸さん、出していただいた。丸さんご登壇です。すみません、拍手をね。75年
年の旗揚げの時からですので、まあ、この辺りを参考にしながら、ちょっと和田さん、今日はお話しいただいて、自由に喋っていただいていいんですけども、まあ、我々も知りたいところはいくつもあるので、会場からも質問があるかと思いますので、まずはちょっと30分ばかり、独演会をお願いしたいと思います。私、今日は皆さんね、皆さん、私を踊らないと踊りませんね、言うんですよ。でもね、私、毎日踊ってます。というのはね、これ、土方さん、ちょっと声色やってみてください。この土方さんが踊らなくなったということがある時期あったんですけど、まあ、その先ほどの妖物診断という私の舞台に出演していただきまして、これ渋沢達彦さんの原作「妖物診断」ね、まあつまり、弾痕の話ですね、弾痕の神様というのかなっていうか、内容はつまりこれはヘリオガバルスという、ローマの皇帝の非常にとんでもない皇帝、そういうのをこうモチーフにした一つの物語だったんですが、それを渋沢さんに許可をいただきまして、それで最後に、土方さんの最後というか舞台に出られる最後ということで、舞台に立っていただきました。土方さん、舞台に出ていただけませんか。いいよ、気軽に承諾していただきまして、でどうすればいいんだ。いや、こういう大体枠ができておりますので、どっか風穴開いたところにどこでもいいですから出てくださいと言いましたら、一番いいところにちゃんと出て、他のが全部すっ飛んじゃったというような、悔しい思いをしたこともありましたけども、まあ、室伏と、室伏公というダンサーと天川剛というダンサーが日本青年館の空から巨大なタコのようなものでドーンと落ちてくるんですが、その時にと室伏と天勝がそこでこうギャーッとそこから踊りが始まるつもりだったんですけれど、土方さんがうわーっととこへスッと出られて、それでもうそれでね、大体風穴どころじゃなくて風穴が開きすぎちゃって、それとまあ思い出すのは、土方さんが非常に軽やかに踊っているようだと思って、僕はね、虚無の青空という役で全身を、真っ青に塗りましてね、それでこれに雲かなんか、なんだそれお前、いやこれ僕空です、これは何だよ、綿、これ真綿流行ってましたからね、ここにはないですけど、それこそ放送単なんかでもとにかく土方さんは真綿を使うのが好きでね、体に真綿にしてくれと。でも真綿をこれは、ね、雲ですと。それで、土方さんが昇天をするという時に、僕は土方さんをこう空が抱くように抱きたいんですと。いいよ。それで、抱いたんですよ。ところがね、あんなに軽々にスーッと踊るのに、ギュッと思ったら、ふわっと上がるかと思ったら、もう石ですね、石。こうやって、もういい、空がよだよだしましてね。情けない、情けないですよ。
あれはちょっと不思議な感覚でしたね。まるで石のようにあんなにふわーっと、これどういうことなんだろうと、どういうこの力学ができてるんだろうというような形で、まあ当時、せいぜい東さんもね、踊る前はね、断食をされるんですね。ですから多分1週間ぐらい飯食ってないんだけれども、重いんですよ、それが。踊りはスー、わー、スー。それもう、床をこのぐらい上がって、スーッといってるようですからね。ああ、これは軽々いけるのかな。まあ、ちょっと参ったなっていう感じだったですね。で、渋沢さんは、マロンのその、あれはなんだ、ブルーのあれは。いや、空のつもりでした。いや、僕にはね、アマゾンの海魚人に見えたよと、そういうふうに言われましてね。あ、そうですか。まあ、そういうことがいいんだよと。そういうその君の思い込みと、そのお客さんに、入ってくるね、目玉というものは、映るものは違うものがいろいろ非常に多様なものがあるんだよ。君はそれを伸び伸びしたのがよろしいというふうに褒められたんだが、けなされたんだがよくわからないような、そういうような感じで、まあ、一つ思い出としてはそういうことがあります。まあ、先ほど申し上げましたように、ゆかさんは踊らなく、それからしばらく舞台に立たなくなって、アスベスト館にこもって、それこそ芦川陽子さんという、女性ダンサーはですね、世に自分の魂を芦川さんに植え付けるように、かなり厳しく、もちろん芦川陽子さんはじめ、たくさんの、ダンサーがいて、それを本当に精魂込めて自分の方法論というものをもう一度見直すというか、確立したいというか、そこから生まれてきたのが、まあ、武道譜というね、土方さんの非常に緻密な絵画とか、そういうものからいろいろ引用して、そしてこの体の形、動きというふうなもの、そういうことをまあ、なんて言いますか、完成させられたと。その後はまあ、やめる舞姫というものが書かれましてね。もう読んでも多分なかなか難しい。ただ、研究者の方はね、かなりこの聖書を解釈するようにいろいろな視点で解釈されようと。ただ僕は難しいというよりも、日川さんの目線というふうなものが、まあ、非常に体を通したといいますかね。非常に多角的な、言ってみればピカソの絵みたいなもんで、ね、一つの、いわゆるピカソの絵が立体派と言われていますけれども、とにかくあらゆる面から見るだけではなく、まあ、五感ですね。目、鼻、味、それから耳、それからまあ霊感も含めて、そういうようなものをね、ギュッとぐちゃぐちゃにした。匂いと目玉と、匂いと視覚と聴覚と、それから触覚、そういうふうなものをぐちゃぐちゃぐちゃ、それが土方さんのね、多分得意な分野だと思うんですよ。何々のようなとかね、そういうような例えじゃなくて、例えば、まあ、こういう文章があるかどうか分かりませんけれど、ね、もみじのような手、子供のもみじのような手とかって、何々のようなって言わないですね。もみじが私を招いていると。もう分かりませんね。急に。まあ、それを
なんとか我々のその回路でね、解釈しようと思うんですけど、なかなかその解釈が非常にこの回路をね、どういう回路を伝えていけばそういうものがこう分かる、実感できるかどうか、ね、キリストお前、筋子の腹渡だよ。分かりますか？キリストがね、筋子の腹渡。どういう回路でこれをこう、で、これ詩人の方ならパッと分かるらしいんだ。分かるらしいんだけども、ね、僕ら踊りやってて体どうやって筋子の腹渡ってこう、まあ一応思うじゃないですか。ずっとあって。ね、そこに、そのパッと油のようなものが出てきますわな。あれは筋子っていうのは何でした？鮭のイクラではないのね。まあそれはどうでもいいんだけどわかりますよね。丸いオレンジ色の玉。どういうふうにそれを思うか。もうこの解釈が大変でね、それでどういう回路を使えばそれが分かるかと。もうほとんど分からないことが多いです。分からないと思って諦めると、ここにはちょっとこう罠があって、そこの解釈でキリストの聖書を解釈するより難しい。筋子の腹渡。どういうこと？その玉に映る光と光が、ね、何かこうパッと見た瞬間にキリストがこう貼り付けになっているようなそういうものが見えるんじゃないかと、ね、そういうふうに思ったりすると筋子を一つこう見たりしてでそういうバカなというかね、そういうそのこと自体がだからいつもそういう日川さんはそういう言葉が多いのでね、それをまあ好きなように解釈して好きなようにそれを自分の中にこういわゆる肉化するというか、そして踊るとまあ何かよくわからないけども豊かになったような気がするというようなことがありますね。突然そういう話になりましたけど、僕は石方さんお会いしたのがちょうど22、3ですね。唐十郎の状況劇場という劇団に入ってまあ一つぐらいのお芝居を終わってこれから唐と一緒にやっていこうと思った時に、まあこれはあちこちに言ったり書いたりしてるんですけども、新宿の風月堂というところで、ある女性にねこうやる人がいる、美人でね、それでこんな美人がこうやりますからね、ふらふらふらってついてって、あなたは暇なんでしょう。まあずっと僕はその風月堂という喫茶店でコーヒー一杯飲んで一日中ぼーっと暇な時はしてましたからね。それを、まあ、見つけた彼女はそれも正月の末のあれが明けた頃ですな。それでふらふらついていってなんかいいことあるんじゃねえかなと。そして連れて行かれたのが目黒のアスベスト館。なんかよくわからないとこ連れて行かれた。でまあ入ったら立派な稽古場があって非常にモダンなかまぼこ状の屋根で天井から赤い靴が赤いハイヒールがもうそれだけでもう僕みたいな田舎者はねなんかポッとしちゃってね、もう急に芸術家になったような気分になる。そういう装置というか
まあ、誰の趣味だったのか、東さんの趣味かもしれないし、それで稽古場をずっと突っ切って中2階に上がっていったら、そのハイヒール、かまぼこの真っ白の、かまぼこ屋根にぶら下がっているハイヒールと違って、そこにいわゆるドテラというね、こういう貝巻きを布団、髪の毛が上へとく。それでドカッと座って、じろっと私の顔を見て、マロと申します。座り。はい。土方です。僕はその頃は土方って急に言われてもね、ただ踊っている人らしいということは分かったんですが、まさかその本当に田舎のね、お兄ちゃんというか、お兄ちゃんでもないね、なかなか老け顔のような感じでしたね。でちょうど七輪になって、そこで餅を焼いていらっしゃって、食えと言われまして、いただきますと。それから、それで、君は、うちに来て、何を選ぶかね。蘭光を選ぶか、それともパラダイスを選ぶ、どっちもパラダイスですね。みたいなそんなようなバカなことして、君は盗み癖があるから、ね、急にとする。あります。って言って、そのまあ3年間そこに居ついてしまったんですね。土方さんの言われるところの作男の一人として、もう私もともと大体その自分の部屋というものを持たない時期でしたので、ちょうど稽古場はあるし、広々としているし、で稽古場の片隅にはこたつが置いてあって、そこでゴロゴロ3年間、過ごしたと。その3年間の間にはいろいろあります。まず、ショーですね。ショーというのはキャバレークラブを、僕ら男の場合はね、大体金粉を塗って金粉ショー、有名だと思いますが、そういうショーにね、君ね、このトランクを持って、とにかく金粉の、ね、塗り方っていうのがありまして、サラダオイルに真鍮の粉を取りで、ハケでこう塗って、それで踊るショーです。ほとんど稽古しないで、それでここへ行ってきなさい。それでまずバンドの人とこの譜面を見せて、バンドの人に注文しなさい。もうさっぱりわかりませんね。というバンドの人にこれお願いします。バンドの人は分かってますからね。はい、分かった。それで行きました。それでね、とにかくそう言ったら、おはようございますって言うんです。それで楽屋へ案内されて、それで、譜面をバンドの人たちに渡して、それで金粉を塗って、打ち合わせをして金粉を塗って、そしてまず、ダダダダダダダドク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 太鼓が鳴る。そしたら出なさいと。それは言われていました。それで、曲が鳴ります。で、最後に、じゃーんって言うから、すっと立って礼をしなさい。その間は何かやってればいいんだよ。君は
何ができる、なんか体はいい体格をしてるね。というのは石川さんですよ。いい体格をしてるね。いや、ちょっとボクシングをやったり、ね、ちょっと空手の真似事をやったりしてました。ああ、それいいです。それやりなさい。金粉の手、こればっかりちょっとバカだなとか言いながら、パッとからやったりして、それでからヘシャッとこうやったりして、ジャーンとなりました。で、まあ、引っ込むんですね。それで、まあ、そういうことをやってるうちに見よう見まねで、まあ、金粉を塗るということはね、この油で塗りますからね、他のところに触れないです。誰かに触ると汚れちゃう。汚れる。すいません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 。だんだん動けなくなって出るまで。特に北海道の冬は寒いんですよ。楽屋っつってもね、ちょっと石油ストーブが焚いてあるぐらいで、もう石油ストーブと触れ、椅子に座ってべちゃっと汚れますからね。やっと出番になって出て、そういうようなことをやってるうちに、この自分の形がね、おかしくてね。すみません。どうも。触らないでください。触らないです。俺は何やってんだろうと。まあそこで僕っていうか、一つのひらめいたの、あ、こういう形。だから俺、なんか鋳型になったようなね、なんか鋳型に固められてる。これ面白いじゃない。まあ、それがね、将来的に僕の一つの方法論の一つになったんですからね。かなり勉強になったんですよ。まあ、それがそういうことが一つ。あとはね、もう最後の3年目の、ショーはね、北海道4ヶ月一人で行くんですよ。そんなわびしいことはないですね。それで最後にトランクと、全部そういうものをね、青函連絡船遠山丸っていうのがありましてね、それ全部捨てちゃって、もうやめたって思ってね。でもう手ぶらで、ああ、自由になった。って石川さんと、お前トランクどうしたんだ。いや、ちょっとなくしちゃったんですよ。捨てたとは言え。それでちょっと、もうやめますと、昭和、やめさせてくださいと。まあいいだろうと。もともとその僕がね、踊りをやるつもりで行ったわけじゃないんですが、とにかくショーっていうのはね、当時はね、1時間だいたい給料というか時給100円の時代ですからね。ところがショーに行くとね、1万円か2万円くれるんですよ。いい金でしょ。もちろんその半分以上日賀さんは搾取するんだけどね。まあそれが日賀さんの一つのまあ皆さん一緒にやった人いっぱいいるんですけどね、一緒にやったっていうか、何人か同期の連中はみんなそれ洗礼を受けましてね、まあ、たくさんあって、それを日賀さんは自分の踊りのいわゆる資金にすると。そしてまあお金がたまって、そして本番をやるという、そういうことをまあ僕も踏襲しましてね、その後うちもショーをやって大儲けした時もあったんですけどね、まあそれも全部踊りにつぎ込んで、こんなにお金貯まっちゃったけどやっぱり踊るしかないよなとか言って踊ると、まあそういうショーで踊りというものが作れた時代っていうかな、ですからもう自分たちでやってるって怖いものないんですよね。
それでどん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 僕は踊りというふうなものを土方さんの舞踏というのをなかなか言えなくてね、最初にもう一つの全体のコンセプトみたいなものをパッ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 と作っちゃって、うちは舞踏とは言えねえよな、なんかやってることがでたらめだしな、天賦天式と。天賦天式っていうのは内容的にはね、格好をつけて、生まれいったものは、この世に生まれていったものは、大いなる才能とするなんて、いうようなあれで、もう何でもいいと。もうそれはもう日川さんの踊りもそういうとこあって、ね、ショーに行って、何でもいいからやってろ。とにかく体動いてるいいんだ。というようなところがあって、非常に僕の場合そういう安易な解釈をする癖がありましてね。そういうことがありました。それから、とにかく3年間というのは非常に濃密なといいますかね。ただその間、土方さんは、3年の間、僕は土方さんの舞台に出てないっていうのはありましたね。もともと僕がその芝居やっていましたから、ちょっと土方さんのやっておられることに距離を持って、いつも夜中の12時ぐらいになると、ろうそくを立てて、大野先生と2人で、真っ暗ですよ、ろうそくがボーッと。こっちはこたつに入って、こういうついブレーキなんですけど、まるでちょっと座らせてください。非常に無礼なんですけれどもね、それで大野先生がさすがに見かねたんでしょうね。ちょっと君もやってみなさいよ。やはりただ飯食わしてもらってるこたつで大先生たちが一生懸命いい年のじいさんとは言いませんけど、日川先生は僕の15上で、大野先生はあと10ぐらい上ですけど、その2人が気持ち悪いですよ。それでちょっと見よう見までで、日川さんは何もおっしゃらなかった。事情は、お前は芝居の人だから踊りはやらないんだろうというところでちょっとあったんでしょうね。それでこんなことやってても、こうやって見ててもあまり文句言われない。さすがあいつは何者だろうと。大野先生は優しい感じの方だからね、お前何やってんだお前って言わないで、君もやってみますかって言うから、はいはい。そしたら大野先生が、マロ君、いいね。こんなことでいいの？なんかやることわけわかんなくなって。それはいいんだよ。それも後付けで土方さんは、それ何もわけわかんなくなった。その時に何か本当のものがパッと走るんだよ。で、それがいいんだよ。というのもなんかひらめきますね。あ、これでいいんだ。というような、そこでも一つのちょっとしたひらめきみたいなもの。これ簡単に言うと、
インプロビゼーションっていうのかもしれませんけれど、そういうことの一つだったのかなと。でも僕はお芝居ですから、みたいなね。ですから常にね、ズボッと入っていかない。どっかに距離がありながら見ていましたね。それで、先ほど言いましたけど、土方さんがある時期から、私はね、皆さんが踊ってないと言いますが、いつも踊ってるんですよ。というこの意味がね、だんだん分かってきたと言いますか、とにかく自分の日常の一挙手一動、一挙手一動だっけ？一挙手一動ですよね。それが非常に緻密に一挙手一動が常にこれにね、これは踊りだ。こうやってるのも踊りだと。こうやってるのも踊りだと。というようなね、なんかそういうようなもの含まれているというか、先生は動かない。動いてますよ。確かに、体そのものはいかにも止まっているように見えるかもしれないけれど、ものすごい内燃しているっていうかな。うわーっと内燃のそのエネルギー、そういうふうなものが僕はだんだん分かってきたような気がする。まあ、大野先生がアルゼンチーナを、これはもう傑作の一つとして、舞踏のあれでは燦然と輝いている作品なんですけど、日笠さんがその、演出というほどでない、振り付けというほどでも、一つのなんて言いますか、ちょっとしたサジェッションを与える役でいらっしゃって、大野先生がわーっと踊る、動く。その日笠さんがすすっと言って、先生ね、ここは動かない方がいいですよ。ね、それ確かに、大野先生が動いてると、ちょっと僕もね、その辺は、とかなんか首をかしげた。僕はちょっとね、部外者ですから。ただそういうところに立ち会えたということは非常に光栄だったんですけれど、動かない方がいいですよ。それまではその時に今まで動いていた、ちょっと密度がない。一挙の密度がぐーっとして、その密度が逆に外にずっと放射される。そういう一瞬を見た時にゾゾッとしたりして、そういうことで僕は少しずつですけれど、そういう興味をね、持ちましたね。それから、あとは、思い出すのはね、何年かちょっと忘れましたけどね、骨神峠死人かずらっていうね、これは人間座という劇団がありまして、枝和夫さんという方が演出して、日笠さんと佐川美智子さんという、ね、非常に綺麗な女優さんが一緒に、お芝居なんですけどね、出られて、日笠さんは、自分の踊りをやってらっしゃった。で、佐川美智子さんは、
まあもちろんセリフもあるんですけれど。ちょっとセリフよくわからないんですね。ちょっとセリフはあまり覚えられない時期だったのかもしれませんね。佐賀美智子さんは。なんだかそれがうわあれがね、静かさを飲み込んじゃったんですね。あら、負けてる。余計なこと言っちゃったんですね。負けてましたよ。貴様ちょっと怒られました。いや、でも、確かにね、僕の目玉、だから大野先生を、そういうようにして、で、サジェスチョンを与えていた時の土方さんが、どうしてそんなに頑張るんだろうと。で、カーって真っ黒け塗ってね、なんか墨をね、真っ黒けの黒い塊、コンセプトとしてはあるんですね。まあ、あるんですけども、どうもね、僕としてはね、これいかん。ちゃんと刺されてもいいから、言うべきことは言おうと言ったんですよ。貴様って言ったのはいいんですけど、しばらく黙って。ありがとう。っていうような話もありまして。それからね、日川さんもそんなに、キャーってならなくなりましたね。その舞台にですよ。筋肉というから、そういうような。これにちょっと違ったようそう、容器と一緒。もう一つ。そのまさに、これが、もともとそういう怖い話がますます変わってきたという感じで、まあ別に日川さんはマロのおかげだよとは言いませんでしたよね。まあちょっと僕のあれを自慢してみましたけど。まあいろいろありましたよ。今日はね、話が分裂して申し訳ないですけどね、もともと日川さんがね、もう分裂してるようなところがあったし、いろいろと日川さんと、その3年いましたけれど、お芝居を見に来て、カラと出会って、でカラとはね、またね、上手にカラがね、話がうまいもんですからね、気が合うんですよ。
マロは何言ってるかさっぱりわかんないけど、唐さんの話はよくわかるねなんてだんだん僕が嫉妬しだしたりしてね、僕が引き合わせたんですけどね。それで、どうも僕の言ってる、僕はちょっとどうもダメらしいんだ、喋るのが。それで、お前の言ってることは、お前何をやりたいんだよ、何をやりたいんだよ。ブワーってやりたいんですよ。って言うと笑ってくれるんですけどね。ブワーはいいね、ブワーは。それとブワーの中身は、中身全然ないんですけど、みたいな。それからまあ、とにかく状況劇場を辞めた後、何していいか分からなくて、ぼーっとしばらくしているうちに、だんだん僕が状況劇場を辞めたというふうなことで、若い男たちがわんさか来て、丸さん何かやりましょうよって、何かやろうったって、俺はあんまり芝居なんかやらねえし、とかっていう話で。とにかく何かやらなくちゃいけないのは分かってたんですけどね。それでだんだん何をやるべき、どういう一つの表現形態というか、そういうふうなもので、生地のこと、それなりに状況劇場というものがバーってね、花開いちゃったようなもんですから、それ以上もうなんかもう僕の方はしぼんじゃったみたいな、そのしぼんじゃったというような思いで、まあ、しばらくボケっとして、その間ボケっとしてられませんでね、いろいろ闇の商売をやろうとかね、米をやったりね、象牙を売ったりね、俺はもうこれから金儲けだ。ランボー見てみろ、お前、奴隷商人みたいになってる。象牙商人だ、象牙売ったりしてね、バカみたいな。やっぱりどっか芝居じみているから、決して成功はしませんでした。それでもって、ぼーっとしてたら、皆さんなんかやろう、若い人なんかやろうと。酒ばっかかくらってね、4畳半のアパートでみんな重なって寝てましたね。ふっと、その重なってる男たちのもうバカみたいな姿を見て、ここにちょっといい音楽ポンとかければ、ってちょっとバッハの音楽をタララーンってちょっとかけるとみんな寝てるんですね。ほとんど折り重なるようにして。それいい音楽をポッとかけると、これがまたいいんですね。なんかもう別の世界になっちゃったような、音楽の力っていうのは強いんだなと思うんですけど、ね、そこへなんか歌謡曲かけるとまた違うだろうし、ジャズなんかぶっかけるとまた違うだろうし、それぞれでちょっと音楽っていうものがね、一つの肉体を異化効果といいますか、異化されちゃいましてね、異なったものに見えてきちゃう。なるほどなと。それでみんな、さらまた一つで寝てる。裸で、クソ暑い夏。バババーン。もうそのまま見てるとなんかね、ちょっとした絵画のシーンみたいになって、あ、これかな。というので始めたのが、最初の作品ですね。ダンス・アンズ・マシーンとかな。ダンシング・古事記。名前だけあれ、前でつける。古事記みたいな、古事記とか違う古事記ですけど、古事記はね、寝てんだ。でもダンスして。ダンス・アンズ・マシーンっていうのは、青森のやつがいて、アンズマスっていうのは楽っていう意味らしいですね。もういいよ、ダンス、アンズマシーン。適当な名前で申し訳ないんですけど。そういうので、これが旗揚げになるのかな。ダンスアンズマシーン。なんで、気候演舞、適当ですね。演舞曲、イタンチョ、ババルー、さっぱりわからない。というような形でも
技術も何もありませんね。まあでもそれもね、東さんの教えなんですよ。技術、そんなものはね、生きてりゃいいんだよ。ね、そういうような教えですから。まだはっきりした方法論というよりも、東さんの言葉はね、そういう方法論というとね、それがいいんだよ。まずとにかくなんでお前左足出して右足出して歩かなくちゃいけないんだ。誰が決めたんだ。そういうようなことを縛るんですね。それでちゃんと東さんはそこにはぐれたからだというような、また東さんもそういうコンセプトを作るのがうまいんですね。はぐれたからだ。衰弱体はかなり、東さん50亡くなる晩年に言い始めたことだと思うんですけど、やはりどっか自分の体の変調というかな、そういうふうなものを、僕はもう衰弱体どころではないですけどね、いや今でこそやって分かってくるっていうかな、もう衰弱、シワだらけになってきた。衰弱だ。いててててててて、衰弱だ。踊ることなんかねえじゃねえ。そこで、ゆかさは、それがいいんだよ。いつも言ってくるんだ。それがいいんだよ。いつもこの辺に張り付いてくるんですね。だからもう何でもよくなってくる。そういう意味では。自由にしてくれるというか、痛い、そのまま運べばいいんだ、運べば。っていうようなね。どんな体の一つの様態、病気も先生だというふうにおっしゃってました。ね、赤ん坊は踊りの先生だ。病気も踊りの先生だ。死も飼いならしてちゃんと死に踊ってもらえ。死に踊ってもらえると。もういいんだね。そういう話をしているうちに、例えば、ジャン・ジュネが、小説を書く、あるいどっかでインタビューを受けたとき、もうジャン・ジュネは、俺に何言ったってダメだ。もう俺はカスだ。カスにいろいろ聞いてもダメだろう。と言った。そしたら、僕はね、日笠の真似してね、まだカスがあるんだ、カスが。そのカスでいいんじゃないの。空っぽだということでしょうね。カスをそのまま持ってきる。小説家なり絵描きさんなり詩人なりながら書かなければあまり書いたり、ね、描いたり、そういうことをしなくちゃいけない。ダンスっていうのはね、カスってそんなに立派なものをいただいたんだから、そのカスを持っていけばいいんだと。カスの追求。そういう意味でね、カス体と言ってもいい。そういうふうなそのコンセプトっていうことと、ね、新しいものということ。やっぱりコンセプトっていうものを一つの、先にこうあるとかじゃなくて、やっぱり肉体を通した形での、そういうリアリティが僕には東さんの中でそう感じますね。だからだからダメだ。もう俺はダメだ。お前ダメがまだ持ってるじゃないか。ダメ持ってくるな。こんな立派なものを持ってどうすんの。大事にしろよ。っていうような対話になるんですけども。
まあ、ちょっとそのぐらいで。ちょっと何言ってるか分かりませんけど。